皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国において国会議員の総選挙というものが行われました。というわけで今回のニュースはこちら。韓国においてスーパー与党と呼ばれるような巨大与党が誕生しました。これによってムン・ジェイン大統領の支持基盤が大幅に強化されることとなります。これによって日韓関係というものがどのように変わっていくのか、その点についても考えていきましょう。それではニュースをどうぞ。韓国総選挙、議会5分の3占める巨大与党誕生。新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、15日に実施された韓国総選挙、定数300は進歩系与党が圧勝し、180議席を握ることになった。選挙を通じて国会総議席の5分の3、6割を占める巨大政党が誕生したのは、1987年の民主化以来で初めて。16日の開票終了時点で、与党共に民主党と、同党と連携する比例代表政党共に市民党が単独で180議席を獲得。保守系最大野党未来統合党と比例政党の未来韓国党は改憲阻止ラインとなる100議席を3議席上回る103議席の獲得にとどまった。国会で総議席の5分の3を確保すれば、ファストトラック、迅速処理案件に指定された法案の単独処理が可能になる。与党は憲法改正を除く立法活動でほとんどの権限を行使できるようになった。新型コロナウイルスの感染拡大により危機的な状況に直面している中で実施された今回の選挙で、共に民主党は国難克服を前面に掲げた一方、未来統合党は政権審判を訴えた。予想を超える共に民主党の圧勝に終わったことで、ムン・ジェイン政権中盤になって政局は様変わりする見通しだ。大きな議会権力を握る与党が現政権の立法課題である検察、司法改革などに注力すれば、政権半ばを過ぎてむしろ改革課題の推進に追い風が吹くこともありそうだ。今回の総選挙は共に民主党と未来統合党による事実上の一騎打ちとなり、正義党が一部議席を獲得したものの、第3党の存在感は小さくなった。国会は2党体制に回帰し、立法府の様相も変わることになる。これまでの記事は国会議員の選挙の様子の話だったわけですが、ムン・ジェイン大統領の支持率についても見ていきましょう。ムン・ジェイン大統領支持率 55.7%、2018年10月以来の高水準。韓国の世論調査会社リアルメーターが16日に発表したムン・ジェイン大統領の支持率は、前週より 3.1 ポイント上昇した 55.7% で、2018年10月第4週 58.7% 以来の高水準となった。不支持率は 2.6 ポイント下落した 39.7% だった。リアルメーターによると、不支持率は2018年11月第2週以来初めて 40% を下回った。支持率と不支持率の差は16ポイントで、2018年11月第1週以来の大きさだった。リアルメーター関係者は、大統領の支持率は新型コロナウイルスの感染拡大の中で上昇傾向を維持し、与党共に民主党の総選挙での勝利を後押しした面があるとしながら、今後の政府の国政運営にさらに弾みがつくとみられると分析した。今回の選挙の争点が一体何なのかといえば、野党の側はムン・ジェイン政権の行ってきた経済政策の失勢であるとか、もしくはスキャンダルに関連して現在の政権というものが腐敗しているということを訴えたわけですが、国民の関心が一体何なのかといえば、今まさに世界で起こっているパンデミック、新型コロナウイルスに対する対応というのが国民の最大の関心事でした。ですから今回の選挙結果というのはある意味順当なものだったと言えるでしょう。ですが今回は与党が圧倒的な勝利であったという点が非常に注目ポイントです。最初の記事の中にもあったように、改憲議論というものがこの後起こる可能性があります。今回与党が大勝利したことによって、もう少し野党の側の議員を引っ張り込めば、国会で採択できるような状況になりつつあります。そして、憲法改正をするとなれば一体何を考えるかといえば、それはムン・ジェイン大統領の2選目。現在韓国においては1期5年で多選は禁止です。この憲法を変えることができればムン・ジェイン大統領の2期目というものが現実味を増すのです。このようにムン・ジェイン大統領の政権基盤というものは今回強化されたわけですが、ではこれによって韓国の国民が幸せになるのかといえば私はそういうわけではないと思います。
そもそも皆さん、現在新型コロナウイルスの対応といったものに世界中が非常に揺さぶられているわけですが、ムン・ジェイン政権のこの新型コロナウイルスの発生それ以前のことを考えてみましょう。ムン・ジェイン政権の欠点は一体何かといえば、それは経済政策の弱さと外交政策の失敗続きという点です。例えば経済的な問題で言えば、大企業に対する負担の増加や、もしくは労働者に対する保障というものを手厚くするために、最低賃金の急激な上昇や、労働時間法の改正によって、経営者にとっては厳しく、労働者にとっては優しいような法改正を行いました。なお、ここで述べた最低賃金の値上げについてなのですが、最低賃金を値上げすること、それ自体は全く間違ったことではありません。ムン・ジェイン政権の間違っている点は、急激なといったところです。緩やかな賃金の上昇というものは企業の側もそれに対応することができます。しかし、ムン・ジェイン政権は労働者保護を強く掲げたために、急激な最低賃金の上昇というものを実施しました。それによって中小企業などが経営に行き詰まるということもありましたし、また、中小企業だけではなく大企業についていっても新規雇用の抑制といったことを実施しています。そのため何が起こったかといえば、韓国では若者の失業率というものが上がったのです。一流大学と言われるようなところを卒業した人であれば、ある程度財閥への入社というものがありますが、一方でそういった大学を卒業することができなかった人たちというのは、なかなか就職ができないということが現実になったのです。これは新型コロナウイルスが起こっている今の話ではありません。これまでのムン・ジェイン政権の経済政策の話です。もちろん新型コロナウイルスによる世界経済の後退が起こっている今であれば、もっと状況が悪くなっていることは間違いありません。そしてこの話には裏面があります。例えば今のように、なんだその経済政策であれば失業者が街に溢れてしまうじゃないかと思われる方もおられるでしょう。実際韓国の行政機関においては雇用が喪失している。働き盛りの人々が職を失っているという数値を出しています。ところが韓国においては失業率の大幅な上昇というものはありません。一体なぜか。それは韓国政府がお金を出して短期雇用というものを何十万人単位で定期的に作り続けているからです。これは雇用統計に対するまやかしなのではないかという批判があるわけですが、少なくとも見た目上の失業率というものはそうした政府が雇用を作り出すことによってある程度抑制されているのです。そしてこのような政府からお金をもらうことによって救済された人々というのをまさにムン・ジェイン政権は労働者に対する優しさとして自分たちの成果として誇り、そして評伝に変えていると私は考えています。このような経済政策が国の経済を発展させるとは私にはとても思えません。また外交政策においてもムン・ジェイン政権は弱い面があります。アメリカとの関係においても日本との関係においても決してムン・ジェイン政権はうまくはやっていません。一方でムン・ジェイン政権は中国に対するすり寄りといったものを見せたわけですが、実際問題中国に関して言えば別に韓国を信用しているわけではありません。ですから利用するときに利用すればそれで十分という関係で、決して中国からも信用されるような外交関係は築けていません。このように経済や外交においては私は非常に低い評価をしているわけですが、一方で評価の高いところがあります。それはムン・ジェイン大統領の自分自身の身を守るための政策というものは非常に素早く、そして効果的に行われています。その一例として言えるのが検察に対する改革です。ここで改革というと何か良い風に変えるんだなというふうに思うかもしれませんが、私は全く逆だと思っています。検察が権力的なものについて不正を追及するときになって、その組織それ自体をムン・ジェイン大統領は解体の方向に進んでいます。去年のムン・ジェイン政権で大きなスキャンダルとなったのがチョグク法相の問題です。彼と彼の一族において様々な不正があり、それによってスキャンダル問題というものが大きな政権に対する打撃となりました。しかしそれを追及する検察は順次解体縮小の道を歩み、現在においてその問題というものが大きく取り上げられることはなくなっています。また司法について言っても、ムン・ジェイン大統領の息のかかった人物が次々と送り込まれ、ムン・ジェイン大統領に対する批判的な姿勢というものは全く見えません。そしてこのことは警察、司法、それに続いて軍についても全く同じことが言えます。ムン・ジェイン大統領は積極的に国家予算というものを積み増していますが、その中においても軍に対するお金というものは積極的な増加を見せています。軍に対する手当を増やす、そして軍に対しても自分の息のかかった人物を送り込むことによって自分の地位を揺るがすようなことをしないように抑えが効いている状態です。このように国内基盤を強化しているということからわかるように、
今後行われるのは一体何かといえば、野党に対する攻撃です。野党を追及することによってこの野党の勢力を削れば相対的に与党の勢力が伸び、それによって憲法改正の道が開けます。それによって大統領の多選といったものを勝ち取ることができれば、ムン・ジェイン大統領のさらなる任期というものも延長される可能性が出てくるのです。さて、このように韓国国内においてムン・ジェイン大統領がおそらくは力を伸ばしてくるわけですが、しかし途中で述べたように経済や外交政策において私は低い評価をしています。このことによって韓国経済というものは今後も低落傾向を見せるでしょう。そういった場合に何が起こるかといえば日本へのすり寄りです。現在においてもムン・ジェイン政権下における韓国のマスコミは今盛んに日韓通貨スワップを結ぶべきだといった話をしています。このような報道が起こる背景にはムン・ジェイン大統領が日本を利用してやろうという思惑というものが影響していることは間違いありません。そういった日本に対するすり寄りを見せるということが一つ考えられるわけですが、同時に並行して起こるのが反日政策の強化です。去年もそうでしたし、今でもそうですが、ムン・ジェイン政権が国内で何かが起こった時に、その問題の責任転嫁を外に行うというのは今までの常套手段です。例えば去年において、韓国経済がだんだんと悪い状況になってきた時、今経済が悪いのはあくまでも中国やアメリカが争っているからだといったように、外側にその責任をなすりつけました。同じように日本との関係においても結局は日本の方が悪いという話をしましたし、今回の選挙について言っても全く同じように、今回の問題というのは新型コロナウイルスなんだから外の問題ですよという具合にして、あくまでも自分に責任があるのではないですよといった形をとっています。ですから今後韓国において新型コロナウイルスの問題がだんだんと下火になってきたとき、経済の問題が大きく浮上するわけですが、その時においてムン・ジェイン大統領が反日政策を強化する可能性もありますし、同時に日本に対してすり寄る可能性、この2つの両面が発生する可能性があります。このような韓国の動きが予想される中で、日本がこれにどう対応するのかというのが今後の焦点となります。今後、韓国が日本に対して問題行動を起こしたときに、しっかりと日本政府が対応できるかといった点が、今後も注意して見ていかなければならないと思います。皆さんはこのニュースについてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。